未来史ドキュメントチャンネルへようこそ。今国会が熱い、そう感じている方も多いのではないでしょうか。日本を変えるその言葉が決して口先だけではなく現実のものになるかもしれない。高市内閣がいよいよ国会という場で未来の設計図を現実に変えようとその本気度を示し始めました。これは単なるニュースではありません。日本がこのまま衰退していくのか、再び世界の高みに近づけるのか、その未来を決める重大なターニングポイントと言っても過言ではないでしょう。財源のジレンマに切り込む片山財務大臣、戦後のタブーに踏み込んだ小泉防衛大臣、彼らが動かす財源、消費税、防衛、AI、この4つの論点こそが今私たちが直面している分岐点です。今週起きたこれらの出来事が私たちの未来にどうつながっていくのか、その本当の意味と私たちが手にできる希望の未来図を解き明かしていきましょう。今週の国会最大の争点の一つは金、つまり財源です。ガソリン減税と大規模な経済対策。今週の予算委員会で野党の追及はこの一点に集中しました。その金は一体どこから出すのか。立憲民主党の議員は片山財務大臣にこう詰め寄りました。総理は責任ある積極財政というが、その実態は無責任な国債増発ではないか。財源の具体的な裏付けを示せと。この追及に対し財務大臣片山さつき氏は答弁席で明確に2つの顔を使い分けることになりました。まずアクセルを踏む政治家片山の顔。経済対策の規模について問われた際、彼女はこう断言しました。物価高騰に苦しむ国民生活を守るため、機動的に躊躇なく十分な規模の財政出動を行う、これが高市内閣の方針だ。しかしその直後、ブレーキを握る元財務官僚の顔を見せます。野党が結局赤字国債で賄うのかと財源を正すと、彼女は一転こう答弁したのです。財政規律の旗は下ろしていない。今回の対策の財源はまず規定予算の組み替えと税外収入の活用を最大限に図るプライマリーバランス黒字化の目標も堅持する。未来史の視点から見れば片山大臣は十分な規模の財政出動であるアクセルと規定予算の組み替えとなるブレーキという事実上相反する2つのミッションを今週国民の前で同時に引き受けたのです。この矛盾にどれだけ耐えられるか、日本の財布の紐を試す最初のストレステストが始まりました。そして今週国会が直面した最大の争点、野党が物価高対策の切り札として突きつけた消費税減税という選択肢です。特に食料品消費税ゼロを求める声に対し答弁に立ったのは高市早苗総理大臣その人でした。しかし総理の口から出たのはイエスでもノーでもなく現実の壁でした。高市総理はこう答弁したのです。消費税減税は社会保障財源の根幹であるという点に加え、事業者のレジシステムの改修に時間がかかる等々の課題にも留意が必要である。未来史の視点から見ればこのレジシステムという言葉は単なる技術的な問題を意味しません。それは高市政権が減税というアクセルを踏みたくても踏み込めない巨大な構造の象徴です。総理自らがレジという実務の壁に言及したこと、それは国民が求める即時性と社会システムが持つ遅延性との間で政権が板挟みになっている現実を今週最も鮮明に示した瞬間でした。第3の分岐点は防衛です。11月7日、小泉進次郎防衛大臣は2つの未来への爆弾を投下しました。1つは原子力潜水艦です。彼は次世代の潜水艦の動力について原子力だからということで議論を排してはならないと明言しました。これは戦後日本の安全保障において事実上のタブーとされてきた原潜保有の議論を防衛大臣自らが公のテーブルに載せた瞬間です。もう一つは防衛装備のトップセールスです。 ASEAN 諸国が日本の中古潜水艦に関心を示していることを認め、
私自身がトップセールスを強化すると宣言しました。これは日本が平和国家であると同時に防衛装備品を輸出する国へとその立ち位置を明確に変えていくという未来の表明です。今週小泉大臣が投げた2つのボールは日本の未来の防衛の姿を決定づける極めて重い問いかけなのです。そして今週の最大の分岐点、それは AI です。11月4日、人工知能基本計画の骨子案が示されました。これは会議ではありません。日本の AI 開発の方向性を決めるレースの号砲です。アクセルを最大限に踏み込もうとするのは政府、経済産業省や内閣府と産業界です。彼らの理由は危機感です。このままでは日本はデジタル敗戦を喫し、米中の AI 植民地になる。だからこそ今週示された骨子案は、まず使ってみる、 AI を使わないリスクを重視するというアクセル全開の言葉で埋め尽くされました。しかしこれに待ったをかけるのが日本弁護士連合会、日弁連や中央大学の平野進教授のような法学者、そして日本学術会議です。彼らがブレーキを求める理由は AI がもたらす具体的な痛みへの懸念です。 AI による採用差別が起きたら誰が責任を取るのか。 AI が政府による監視社会の道具になったらどうするのか。彼らにとって政府のまず使えという大号令はブレーキもエアバッグもシートベルトもない試作車で公道を走れと言っているに等しいのです。ではこのレースのゴールはいつどこにあるのか。政府アクセル派が切りたいゴールテープは年内あと2ヶ月足らずです。今週11月4日の議論はマラソンで言えば号砲が鳴った直後に過ぎません。にもかかわらずゴールは年内という驚くべき短距離に設定されている。これが今の AI 議論の異常な速度です。この猛スピードの中で日弁連らが求める安全装置の設計図は果たして年内に間に合うのか。今週私たちは財源、消費税、防衛、AI という4つの重い分岐点を目撃しました。それらはジレンマであり、壁であり、タブーであり、時間との戦いでした。ではもし私たちがこの分岐点で最善の道を選び、今週始まった議論の理想のゴールに到達したとしたら、未来の日本はどのような姿になっているのでしょうか。そこでは AI は監視者や支配者にはなりませんでした。年内という異常な速度の議論の中でアクセルとブレーキの両立に成功した日本は日の丸 AI を教育や医療の現場に浸透させました。 AI は先生の仕事を奪うのではなく、雑務から解放し、子どもたち一人一人と向き合う時間を生み出しています。 AI は医者にとって変わるのではなく、見落としがちな病の兆候を瞬時に発見し、命を救う道具として機能しています。日弁連や平野教授らが求めた安全装置は AI による差別や偏見を監視する社会のルールとして組み込まれました。日本は AI という火を世界で最も安全に豊かに使いこなす国になりました。そこでは財源のジレンマは克服されました。片山大臣が直面したアクセルとブレーキの矛盾は徹底した行政改革、規定予算の組み替えによって解消されます。責任ある積極財政は未来への投資として正しく機能し、経済は賃上げを伴い確かな成長軌道に乗りました。高市総理が壁としたレジシステムの問題は社会全体のデジタル化によって乗り越えられ、本当に必要な人へ支援が届く機動的な財政が実現しています。そこでは防衛のタブーは成熟した議論へと変わりました。小泉大臣がテーブルに乗せた連戦や防衛装備の議論は、日本が戦争をする国になるためではなく、アジア太平洋地域の力による現状変更を許さない賢明な抑止力を構築するための議論として着地しました。日本はその防衛力を誇示するためではなく、外交と対話の裏付けとして地域の安定に貢献する国になっています。今私たちが目にしている争点や対立は未来から見ればこれらの
希望ある社会を生み出すための避けられない生みの苦しみなのかもしれません。今週国会で始まったこれらの重い議論、それは未来の形を決めるためのものです。これらの未来図は決して夢物語ではありません。私たちが今週始まった争点から目をそらさず、どの未来を選ぶのかを問い続けることによってのみ到達できる現実なのです。未来史ドキュメントチャンネルが送る日本の動向シリーズ、チャンネル登録をして次回をお楽しみに。